デートスポットとして有名な横浜でも、実は一人でも楽しめる場所がたくさんあるみたいなんですね。海から眺める横浜の絶景や横浜中華街グルメに老舗ホテルのスイーツ、今回は横浜を1日かけてのんびり歩いてみたいと思います。スタートは横浜駅にある水上のバス C バスです。地下鉄で横浜の繁華街まで行こうかなと思ってたのですが、せっかくの晴れの日です。朝から海を眺めながら移動できる船があるという情報をゲットしたので乗ることにしました。出発してすぐ思ったのは、とにかく風が気持ちいいことですね。横浜自体は何回か来たことがあったのですが、水上バスは今回が初めてです。地下鉄やバスでの移動とはまた違って、海の上から横浜の街を眺められるのが最高ですね。なんというか、いつもと違う横浜に見えてきます。水上バスには子供ちゃんも結構乗っていますね。大人でもちょっとテンション上がるのに、子供ちゃんなんてそりゃ楽しいに決まってますわね。みんなテンション爆上げです。ちなみに横浜が今のような異国情緒な街となったきっかけは、1859年の開港がきっかけなんだとか。それまでは小さな村だったのに、開港を機に一気に海外の人と文化が流れ込んできまして、港を中心として発展していったそうなんです。開港のおかげで今の横浜があるということですね。どんどん進んでいきます。横浜駅から目的地の山下公園までは約30分くらいですね。海の上を走っているだけなのに、見える景色がどんどん変わっていくのが大変面白いです。赤レンガ倉庫など横浜の主要な建物を一気に見れちゃうのが、この水上バスのいいところではないでしょうか。山下公園が近づいてきました。あの大きな船、氷川丸が目印ですね。山下公園にやってきました。人がいっぱいいながらものんびりした雰囲気ですね。さすが横浜。天気もいいおかげで日向ぼっこをしている人もいたり、素敵です。お花が丁寧に手入れされているのもいいポイントなんじゃないでしょうか。早速横浜の街を楽しんでいきたいと思います。来たー、中華街。楽しみすぎる。横浜に来たらまずは中華街でしょう。ということで横浜中華街にやってきました。大にぎわいだ。すごい人。最初にやってきたのは上海料理の上元楼。
創業なんと1955年の老舗です。店内は1920年代のヨーロッパの影響を受けた上海の社交場をイメージしているそうなんですね。早速メニューを見ていきます。メニューを開いて思ったのは、とにかく種類が多いことですね。前菜から炒め系、麺類など様々です。点心も小籠包をはじめ、シューマイ、餃子と盛りだくさん。注文したのはミックス小籠包です。4色の小籠包がカラフルで可愛すぎます。オレンジ色はロブスター入りの小籠包ですね。いやー、このサイズ一口でペロッと食べれちゃいます。続いては上元楼特製の小籠包です。もちもちの皮の中に熱々のスープがたっぷり入っておりますね。やっぱりノーマルな小籠包はストレートに美味しいですね。感動しちゃいました。続いては緑色の小籠包。こちらは柚子胡椒の小籠包でした。そして最後は黒い小籠包。トリュフ入りの小籠包でしたね。口に入れた瞬間、トリュフの香りがふわっと香って最高でした。はい、では次のお店にはしごしていきます。続いてのお店はパティシエール上元楼、スイーツ専門店です。実は先ほどのお店で店員さんからここのスイーツもおすすめですよと教えてもらったので来ちゃいました。外観はエメラルドグリーンの建物で印象的です。早速中に入ってみました。ここは1階が洋菓子ショップになっているみたいですね。壁際のシャンデリアや衣装ケースといった調度品はすべてオーナーさんが上海で買い付けたものらしいです。ノスタルジックな上海の雰囲気にフランスの要素が混ざっていて、異国の世界観って感じでしょうか。洋菓子はフィナンシェやクッキーが売っているんですが、フレーバーが珍しいですね。アンニーやジャスミン、プアール茶など中華系が多めです。2階のカフェを利用するためには1階のレジで注文するシステムですね。デザートの数は多くないですが、美味しそうなものばかりです。アフタヌーンティー的な上海ヤムチャアソートや中国の代表的なお菓子月餅など、セットの飲み物はフレーバーティー3種類とコーヒーやソフトドリンクがありました。席に案内していただきました。机や椅子は上海の家具みたいです。1920年代の上海のフランス人邸宅をモデルにした空間とのことです。やってきました。チーズケーキ月餅セット。中国の代表的なお菓子月餅にレアチーズケーキが挟まれたスイーツです。
小豆、黒ごま、ピスタチオの3種類から選べまして、今回はピスタチオを選択しました。ほんのりミルク風味で滑らか食感が癖になるやつでしたね。そしておしゃれなティーカップ、これも上海の食器ですかね。このお皿も何の模様かちょっとよくわかりませんが可愛いです。月餅と相性抜群な黒ウーロン茶でした。いやー、だいぶ食べたな。お腹がいっぱいだ。ちょっとお散歩しよう。いい感じにお腹も膨れてきたので、次は横浜の街を歩いていこうと思います。山下公園近くの通りを歩いているのですが、木漏れ日が差し込んでいて素敵な通りですね。風も少しひんやりしてて、食後の散歩にはちょうどいいです。この辺りが横浜ショッピングストリートかな。なんか港とまた違う雰囲気で落ち着いてる、こっちの方が。横浜港からちょっと離れたエリアにやってきました。横浜元町ショッピングストリートです。この通りは1859年の横浜開港によって始まったそうなんですね。ちなみに横浜開港によって日本中に広まった食べ物の一例を挙げると、アイスクリームやパン、牛乳、ビールなど。中でも日本初の食パンが焼き上がったパン屋さんが今でもあるらしいので、ちょっと行ってみることにします。内木パン、創業はなんと1888年。130年以上もの歴史と伝統が詰まっているお店です。シンプルなロールパンやバゲットはじめ、お惣菜系や甘い系まで勢ぞろいですね。一つ一つのパンのラベルに説明が書かれているので、読むのが楽しいです。中でも有名なのがイングランドという名のついたイギリス風山形食パン。創業当時から4日間かけてじっくり発酵させてるそうです。小さなパン屋さんでしたが、とても楽しめました。さて、パンを購入した後は次の場所へと向かいます。朝から海と陸で横浜を感じたところで、今度は高い場所から横浜の街並みを眺めてみます。横浜マリンタワーへやってきました。このエレベーターは約60秒で横浜マリンタワー展望フロアにご案内します。1961年、横浜市民の願いとともに作られたシンボル。以来60年以上にわたり、マリンタワーは人々の思い出を包み、この先も街と港を見守るシンボルであり続けます。それでは横浜の海と空と街並みをどうぞごゆっくりお楽しみください。展望フロアに到着です。
専用エレベーターで地上90メートルの展望フロアに到着です。展望フロアは29階と30階の2層構造。わーって言いたくなるくらい横浜港が美しいです。この横浜マリンタワーは1961年に横浜開港100周年記念事業の一環として建設されたそうなんですね。かつては日本で最も高い灯台としてギネスブックにも登録されていたとか。リニューアルを得て今は横浜のランドマークとして親しまれています。午後になって日差しがちょうど柔らかくなってきましたね。これもまたいい感じです。短い時間でたくさん素敵な景色を楽しめました。マリンタワー展望フロアはお楽しみいただけましたでしょうか。皆様の気持ちの良い一日として思い出に残っていただけると嬉しいです。さて、山下公園に戻ってきました。続いては朝から気になっていた船を見学していきます。少し先に見えている氷川丸です。早速潜入していきます。氷川丸は1930年に日本郵船がアメリカのシアトル航路用に作られた貨客船。喜劇王とも呼ばれるチャーリー・チャップリンも乗船したことがあるとか。船内の観覧料はなんと大人300円です。かなり良心的なお値段ですね。まずは客船エリアです。一等自動室にやってきました。壁一面に可愛い子供をモチーフにした絵がたくさん描かれています。ここではスチュワーデスと呼ばれる子供のお世話をする女性乗組員さんによる託児が行われていたそうです。小さな子供たちが好きそうななんとも可愛らしいお部屋です。続いては一等船客専用のダイニングサロン。豪華なメインダイニングで広々とした空間ですね。なんというか高級なレストランに来た気分です。見学だけでなく実際に座れることも OK なんですね。続いては一等車高室。ここはかつて船内の公式レセプション会場として使用されていた空間です。夜は椅子や絨毯を片付けてダンスパーティーの会場になったりと、一等船客の社交場ともなっていたそうです。そしてこの先は客室。一等特別室を見ていきます。チャップリンなど各国の貴賓や著名人が利用したスイートルーム。壁絵など竣工当時の姿そのままに残されているそうです。
最後はデッキを見学していきます。海のすぐ上に立っているような感覚で、ほんのり潮風が当たるのがいい感じですね。時間がゆっくり流れていますね。あっという間の氷川丸観覧でしたが、素敵な時間を過ごせました。次に向かう先はホテルニューグランドです。1927年創業の老舗ホテル。外観の存在感に圧倒です。さすが横浜の歴史的建造物にも指定されているだけありますね。ホテルの中にはところどころ歴史を知れるコーナーが設置されていました。ホテルニューグランドは関東大震災の復興のシンボルとして開業したそう。官民一体となって創建されたとのことです。昔使われていたホテルのパンフレットも展示されていたりしますね。ホテルの中庭にやってきました。ここはかつてプールがあったそうですね。噴水はなんとイタリアからわざわざ取り寄せたものみたいです。テラスがあったりゆっくり過ごせる空間でした。さて、ちょっと休憩時間です。ホテル本館1階にあるコーヒーハウスザ・カフェにやってきました。店内は落ち着いた照明ですね。昔ながらの洋食屋さんというよりもちゃんとした喫茶店という感じでしょうか。注文したのはこのホテル発祥のプリンアラモード。コルトンディッシュという特殊な器に盛り付けられているのも特徴の一つだそうですね。ホテルニューグランドは戦後多くのアメリカの軍人たちが家族と共に滞在していたそうなのですが、見た目も華やかでボリュームのあるデザートを提供して喜ばせたいとパティシエさんが考案した一品だそうです。プリンアラモードと一緒に注文したのが紅茶。おかわりもできて2杯も飲んじゃいました。
ホテルニューグランドでのんびりしていたら、あっという間に日が暮れておりました。夜の中華街に来ております。昼とは全く違う雰囲気ですね。辺り一面ネオンの看板が光っていて、通りを照らしています。ちょっと異国に来たような気分になりますね。このにぎわい楽しくなっちゃいます。ちょこちょこ現地のスーパーっぽいお店を見つけたので、気になって入ってみます。いやー、中国語難しすぎましたが楽しかったですね。朝から夜まで丸々一日楽しめました。歩いてるだけでも気分がいいし、食べたいものも見たいものもだいたい揃ってますね。やっぱり横浜とってもいいです。また一人で来ようと思います。